本日なんですけど、秋葉マットということを実践から学ぶ AWS ラムダのテスト戦略というウェビナーを開催させていただきました。本日、ファシリテート担当している新井と申します。よろしくお願いします。クラスメソッド株式会社の CX 事業本部マットチームでサーバーサイドエンジニアやってます。普段は IoT とか API のバックエンドの開発っていうのを担当してます。はじめになんですが、実はこの企画を出して、コンパスの方で参加者募集したんですが、実はこんな集まると思ってなくて、僕自身勉強会開催するのも初めてですし、なんかファシリテートするっていう件が今までないので、結構ビビってるんですが、温かい目で見守っていただければなと思ってます。まず、この勉強会の趣旨みたいなところをお話しさせてもらいます。一言で言うと、弊社クラスメソッド CX 事業本部マットチームですね、お伝えする勉強会になります。基本、技術寄りのセミナーをやっていければなと思っていて、パネルディスカッション形式で一つのテーマを数人でワイワイ話す会にできればなと思ってます。適宜皆さんの方から質問も随時募集していて、どんどん質問してもらえればなと思ってます。これは Zoom の QA 機能があるので、こちらで質問を投げてもらえれば、可能な範囲で我々は答えたいと思います。でもしちょっと反応良ければ定期開催してみたいななんてことも考えてます。まとめると、ナレッジを共有し合う場というふうに捉えてもらえればいいかなと思っていて、事前に準備したスライドをもとに発表するとかではなくて、口頭ベースでパネラー同士であったり、リスナーの皆さんが意見交換し合う場として捉えてもらえればなと思ってます。テーマもまだ決まってないもありますし、今後どういうテーマやっていくかもまだ決まってないですし、コメントも自由に書いてもらえればなと思います。はい。質問もどしどししてください。秋葉マットのルールです。これあくまでなんか僕らの中のルールで、もしかしたらあんまり皆さんには関係ないかもしれないんですけど、一応こんなスタンスでやってますよっていうところだけ少しお伝えできればなと思ってます。基本楽しくやりましょうと。あまり凝った準備はしないでやりましょう。で、わからないことがあっても気にせず、それ自体が学びの場になればいいかなと思ってます。基本参加者やアンケート数にあまりとらわれないで、やっていこうかなと思ってます。名前の由来だけ少し説明しておくと、秋葉ってついてるんですが、これ、秋葉 AWS っていう弊社の方で昔から開催している勉強会の名前をパクりました。なんで秋葉って書いてあるかっていうと、弊社クラスメソッドの本社が秋葉原にあるからです。マットなんですけど、モダンアプリケーションデベロップメントで略してマットですね。実際何やってるかっていうと、サーバレス、コンテナを使ったアプリケーションの開発、あと少しコンサル支援なんかもやっていたりします。もし興味ある方はですね、検索していただければ出ると思うので、お問い合わせいただければなと思ってます。前置き長くなりましたが、早速始めていきたいと思います。本日のお品書きなんですが、この後パネラーの紹介して、本日のテーマ紹介して、最後5分ぐらいで締めたいなと思ってます。では、パネラーの紹介いきます。マットチームの和田と申します。いろいろアプリケーションの形ってあると思うんですけど、私は最近はよく AWS のサーバーレスでアプリケーションを組むことが多くて、それに関するテストの話とかがちょっと多くなるかもしれませんが、そのあたりの話をやっていければと思ってます。サーバーレスに関しては、この下に載せているようなところでいろいろお話しさせていただいていたりとか、Twitter 上でも絡んでいたりする方いらっしゃると思うんで、そこで話した内容とかも重複するかもしれませんが、ここまでの話を今日のテーマに沿って話ができればなと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では次いきますね。加藤亮さん、自己紹介お願いします。加藤亮です。バックエンドエンジニアですが、もともとはインフラエンジニアとしてキャリアをスタートしていました。インフラからバックエンドのレイヤーが上がってきたみたいな感じです。普段はタイプスクリプト、Python、Go あたりでバックエンド API を作ってます。サーバーレス開発をすることが多いんですけど、今は ECS とかコンテナを使って Go でアプリケーションを書いたりしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では次、佐藤智樹さんです。佐藤智樹です。自分だけチーム IoT っていうところにいます。マットの案件の方にもちょっと関わらせていただいているので、読んでいただいたような感じです。前職では SIR の SE で4年ぐらいやっていて、大規模な業務システムのシステムテストの設計とかをよくやってました。で、現在はサーバーサイドエンジニアやってます。で、好きなサービスはラムダとか CDK とかです。テストに関する話、ラムダに関する話、ご協力できればと思っているので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。以上3名のパネラーの方と一緒に始めさせてもらえればなと思ってます。早速なんですが、ちょっと皆さんのことを知りたいなと思っていて、今からアンケート取りますね。皆さんがどれぐらいテストコード書いてるのかみたいなところ。Python なんですね。Python はやっぱ多いですね。なるほど。で、時点で Node.js って感じですね。なんかどっかでツイッターで投票とかあった時も前もなんか大体こんな感じか、Go がある程度多かったかぐらいだったよ。やっぱ Python 多いですね。多いですね。で、テストコードは書いてない方が割合的には多いですね。そもそもやっぱラムダファンクションがそんなテストが必要になるレベルのコードを書くかっていう話もありますからね。はい。
ありがとうございます。結果今日一旦停止して、続きいきたいと思います。本日のテーマなんですけど、AWS ラムダのテスト戦略です。トピック3つ一応用意してるんですが、どういったテスト領域でテストしてるのかとか、あとテストで便利な使ってるツールの話とか、あとはソフトウェア設計の話ですね。用意したんですが、あんまりこれにとらわれなくてもいいのかなとも思っていて、なんか盛り上がった話題を、どんどんみんなでワイワイ話していければなと思ってます。一応仮で置いてるって感じになります。で、言葉の定義だけ僕の方で少しだけ説明させてください。これが、正しいってわけじゃないんですけど、よくテストを書くときになんかモック、スパイ、フェイクってあると思うんですが、今回はモックはそのテスト対象が呼び出すその依存コンポーネントをコードで疑似的に作成すること。これはなんかモック化とかモックするみたいなことを言うと思うんですけど、こういう定義にさせてください。似たような言葉でスタブってあると思うんですけど、モックツールがスタブの機能を兼ね備えたりして結構ややこしいので、今回はそのモックとスタブの細かい違いについては一旦無視していて、同じものとして扱ってもらえればなと思ってます。スパイは依存コンポーネント、テスト対象が呼び出す依存コンポーネントへの呼び出し回数とか入力値とかですね、なんか細かいところを観測するためのものだと思ってもらえばよくて、で、最後フェイクですね。フェイクはなんか AWS だとローカルスタックとか使うと思います。なんかそういったものを指しますね。はい。ここら辺でなんですけど、なんか結構自分もここら辺の話をお客さんとするときに、マーティン・ファウラーさんがこういうの出してるからちょっととりあえず見てみたいに言われて、見て、こういう話をしたりはしたんですけど、実際コード書くときこういう話を最初にしたりするんですかね、チームで始めるってとき。和田さんとか加藤さんどうなんだろうなと思って。なんか必要になった時に話をするぐらいで、結構やっぱツール依存な、ツールに任せてますね、この辺の用語の説明とかは。例えば JEST とかを使うと、スパイメソッドとかを使ったら、もう動きは目的になるし、呼び出した回数とかも記録できるスパイの役割も兼ねるんで、その辺の JEST のスパイ使ってくださいみたいな、そういうフレームワーク依存の会話をすることが多いです。なんかこの辺の、そもそもモックって、そもそもスパイってみたいな会話をあんまり記憶にないですね、僕は。加藤亮さんどうですか？そうですね。なんかモックスパイ、スタブはもう多分一緒くたに捉えてやっていることが多いですね。今、和田さんが話もあったように、なんか別にそこをなんかわざわざ分けて考えるのが辛いので、分けないで考えてて、なんかただフェイクとそこの違いとかだけはなんか結構露骨に変わってくるので、そこはなんかテスト書くタイミングとかでちょろっと話したりはしますね。なるほど、なるほど。スパイがなんかモックの機能を持ってたりするから、なんかややこしくて、なんか切り分けて話せないからな、みたいになって、ちょっと迷走したりして、そうですね。気になりました。すごい気持ちわかります。最近 Go を書いてて Go モックっていうのを使ってるんですけど、普通にそのスパイ、入力値のチェックできるんで、普通にモックって名前だけどスパイが入ってたりするので、あんま分けて考えてないですね。いや、すごい気持ちわかります。なんかアーキテクトみたいな感じで入ったんで、一応こういうものですみたいな話をしなきゃいけないってなった時に、どう話してるんだろうなとちょっと気になった。確かに。いや、全然すごいいい話題だと思います。はい。じゃあちょっと引き続きいきたいと思います。言葉の定義の続きですね。単体テスト、結合テストと E2 テストってあるんですが、一旦僕の方でこんな感じで今日は定義させてください。単体テストはその関数単位で行うなんかスモールサイズテストって思ってもらえればいいかなと思います。基本なんかその関数ごと、ファンクションごとのテストみたいなイメージですね。で、インテグレーションテストに関しては、関数とかクラスを結合した形で、複数結合した形で、アプリケーション全体をテストするようなイメージ。どれぐらい結合するのかっていう問題あるんですけども、いくつか結合した状態でのテストって感じですね。で例えばそのラムダの入力値に対するテストみたいなのを想定してます。E2 テストなんですが、これクラスメソッドの社内では結構もうこの言葉が使われているのかなと思ってるんですが、実際のサービスを組み合わせた状態のテストですね。よくやってるのが、ラムダ作って、API ゲートへラムダダイナモ DB みたいなリソースを AWS 上に上げた状態で、ローカルからとか、CI 上からテストを投げて、入出力を確認するみたいなところですね。これをなんか E2 テストって社内では結構読んだりしてます。これの範囲もAPI ゲートウェイとラムダとダイナモ DB だったら楽なんですけど、なんかもっといろいろ IoT コアとか使い出すと、どっからどこいつ行ってやったらいいんだろうなとか。結構悩むんですよね。なんか Q とか挟むと。そうですね。余計になんか、どうやってますっていう雑な。いや、僕、やっぱ佐藤さんに聞きたいんですけど、IoT コア、僕もちょっと触ってシステム組んだ時あるんですけど、これ、テストどうするんだろうってずっと思ってたんですけど、実際 IoT コアとかが絡むと、そのテストってどういうふうに
やってるんですか？前の案件でやってた時は IoT ルールに対してペイロード投げて、はいその後DynamoDB に保存されるとかだったらそういう保存されるまで確認するみたいな E2 をやってたりとか、はい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 。IoT ルールだけ、でも大体 IoT ルールに対するテストぐらいしかかけてなくて、証明書とかの部分はあんまりやってなかったですね。そうですよね。証明書を登録するのと IoT ルール作るのって別に分けてできるんでしたっけ？だと思います。ちょっとそれ曖昧ですね、自分も。なるほど、なるほど。そうなんですね。その登録するところのテストがそうすごく大変だった記憶があって、はいそうなんです。これを果たしてテストするのが今一体何やってんだろうなっていうそうですね。なんか、そのぐらい一回確認できれば OK みたいなものは手動でやったりとか、そうですよね。どうしても混じっちゃうかなっていうのがありますね。それはそうですよね。いや、全然なんかそこら辺混ぜることに関してはいいと思いますね。あとあれですね、IoT だとエンドポイントが AWS アカウントで1個だけとかっていうのも結構テストをやりにくくしてる一つの要因なんじゃないかなっていう気がしてて、その辺も結構大変ですよね。いや、どうやったらうまく書けるんだろうなとは、なんか、一回書くたびに結局ちょっと時間待ったりとかするところ書いたりするところあるんで、これうまく書けないのかなとか悩んだりしますね。ちょっと非同期の部分ですかね。そうですよね。派生しちゃうんですけど、非同期の部分の処理ってどうやってます？スリープさせるぐらいしかないときって正直スリープさせちゃってるんですけど、これはうまくいったみたいなのがあったら聞いてみたいな。カードりょうさんとかどうですか？今出してるその IoT 周りで言うと MQTT 使うような非同期のやつは昔案件でやったときはスリープかけてた気がしますね。あとは、なんか割り切って、その、ラムダで考える要はハンドラー関数が呼ばれた後からテストしようみたいな。手元でやるテスト、E2E より前段階のテストでは、マネージドの部分は、試しようがないよねって感じで、やらないっていうのが結構。そうですよね。確かに。あとは、その、サービスによると思うんです。AWS SDK の定義がしっかりしてる。型が強いようなものであれば、SDK を信じて、その通り書くみたいなところで割り切ってやってるところも。なるほど。結構悩むのが、E2E インテグレーションみたいなのあんま書いてなかったときに、DynamoDB のパラメータが結構間違ってることが、自分がしょぼいのもあるんですけど、実際流して全然動かないみたいなのが何度もあって、何度もデプロイしてリトライみたいなのやっちゃって、そういうのってあったりしますかね？どう対策してるとか。めちゃくちゃわかる。それはめちゃくちゃあるので、DynamoDB とかはローカルスタックでフェイクとして立ち上げて叩くっていうのをやってます、私は。そうです。僕もフェイクを基本使う感じですね。で、フェイクにサービスがなければ、もう実際の開発用の AWS 環境にもうつなぎに行ってしまうみたいな方、よくありますね。そういうふうにしないと、なかなかE2E だけ書いてると、デプロイして5分待って、ちょっと休憩しちゃったら、10分ぐらい経って結構あって、ちょっと集中途切れちゃうんで難しいなと思って。結構、なんかラムダが3、40個とか結構増えてくると、なかなかデプロイの時間、ちゃんとスタックあんまり切れてないっていうのがあったかもしれないですけど、時間かかっちゃって難しいなとか思ってました。なんかそこら辺は多分共通の悩みどころですね。視聴者の方でもなんか大量に使っている方は、ここ困ってましたとか言ってもらえると共感できそうですね。願わくば公式でそういうフェイクを出していただくのがやっぱ一番僕はいいんじゃないかなと思ってますね。確かに。ローカルスタックとかありますけど、IoT サービス系とか IoT ってだけ書いてあって、これ何が使えるんだみたいな。ちょっとすいません、なんか、言い過ぎ気がする。これはですね、これは叩けばもっと出てきそうだな。序盤でかなり盛り上がってしまう。ちょっと取っときますか。じゃあ、せっかくなんで質問来てるんで、いくつか答えてみますか。上からちょっと言ってみますか。E2 テストの後に全体テストがあるのでしょうか。じゃあ、和田さん、まずじゃあこれ。そうですね、やってますね。そうですね。実際には、API だけで完結するシステム、あるとは思うんですけど、それ以外にも多分画面ってくっついてくる話だと思うんで、API に対するテストはコード書いてジェストとかやってるんですけれど、僕の携わってる案件とかは結構画面のテストは古き良きスプレッドシートにテストケースを書いて、でも愚直に目視で確認していくみたいなパターンも結構やっぱ多いですね。で、やっぱ画面っていろいろフィードバックがあって、もうガチャガチャ動かしたりすることもありますし、そのコード化してどれだけ嬉しいかっていう話をちょっとやっぱ考えたときに、まだ労力の割には得られるものっていうのが、ちょっとまだ自分の感覚の中の話になっちゃうんですけれど、追いついてないかなっていう感触があるんで、E2 テストの後は、画面テストをやってるんですけれども、今はちょっとテストケースを愚直に書いてやってるっていうので、今は
やってます。はい。はい。なんか画面っていう観点もあると思うんですけど、マイクロサービスとして一つサービスとして作ったものの API があって、なんか別のサービスから呼び出されるみたいなケースもあるのかなと思って、なんかそうなっていくと結構 E2E の後のテストってしんどいのかなって少し思ったりもしました。うん、そうですね。今のところはもうそこは画面のテストで包含しちゃってるっていう感じ。なるほど。まあ、パクトとか、まあ、その、マイクロサービス間のテストの考え方っていうのは、一般的にはまあもちろんあるんですけれど、まあ、やっぱこう、限られた期間、限られた予算の中で、どこまでできるかっていうのを考えたときには、まあ、ちょっと今結構画面側に任しちゃってるところも多いですね。はい。ありがとうございます。じゃあこれライブで回答っていうことで。はい。じゃあ次、E2 テストも自動化を行っているのでしょうか？これ加藤さんどうですか？はい。行える範囲で頑張って自動化しています。で、そうですね、自動化、もうちょっと話を広げると、認証周りで結構普段オーソゼロとかそういうサーズを使ったりすることが多いんですけど、クレデンシャルとか使って、いい感じに ID トークン、アクセストークンを発行できるようにして、そのトークン発行して、実際にそのトークンを使って認証をかけながら、いつ自動でやるっていうのを頑張ってます。認証部分も含めてエンドツーエンドで、なるべく自動化してやってるって感じですね。そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次、先日もお話しされてましたが、どこまで単体テストをするのかっていう基準はあるのでしょうか？これは頑張ってユニットテスト書かずとも E2 テストで書く。これは分かりみの深い質問ですね。はい。じゃあこれ佐藤さんお願いしてもいいですか？いや、めっちゃ気になるんですけど、これいつもなんか、まあ、大体なんかコード書くときってのが、和田さんが書かれてたハンドラー層、ユースケース層、インフラ層みたいなの分けて、ラムダのコードを書いてて、その層単体ぐらいはテストはしますね。どこまでするのかっていうと、それぐらいで終わってて、インテグレーション的なのは書かなかったり、今はちょっと関係で書いてたりするんですけど、ちょっと書いてなかったりとかに分かれる感じですかね。ハンドラーから全体通してみたいな。なるほど。このなんか今画面に表示しているレイヤーの層の内部は、まあ、ユニットテストの対象にしようかっていう感じですよね。そうです。層の内部で閉じるようにテストを書くみたいな、モックとかを使ってやるっていうのはやってますね。なるほど。ありがとうございます。どうぞ。なんか、そうですね。でもそれだと結局 SDK のテストがうまくできなくて、DynamoDB に送るパラメータが間違っててこけるっていうのが結構あるかなっていう。まあちょっと。そうですね。SDK 絡む部分は本当悩みどころですね。確かに。あんまりDynamoDB 以外はそんなにないかなと思うんですけど、あれだけ結構、ちょっと自分がパラメータ全然覚えられなくて、毎回、あれってこういう感じじゃなかったっけみたいな書き方を間違えて、しっくりみたいなのが結構あったんで。基本、ユニットテスト頑張って書く派なんですけど、ストレージ層の DynamoDB はどうせユニットテスト書いても意味ないんで、フェイクでテストするでいいやで書かないですね。なるほど。その方が、効率が良さそうな。あんまりできてなかったんですけど。なるほど。はい、ありがとうございます。結構質問いっぱい来てて。じゃあこれちょっと次ですね。S3 のフェイクとして、MinIO が使えるときなんですか？使ったテスト。これどうしようかな。知ってる人います？この MinIO。いや、僕知らないっす。知らないですね。初めて聞きました。こんなのがあるんですね。S3 互換のオブジェクトストレージ。デベロッパーザインブログあるんですけど。そうですね。マジかよ。誰が書いた？誰だ誰が書いたんだ。これは、そうですね。確認しておきます。はい。これはそうですね。使ったことはないですという回答になります。はい、我々では。はい。すいません。はい、次ですね。DynamoDB に流し込むテストデータどうやってますか？これ、そうですね。順番的に和田さんどうですか？はい。いや結構これはあれですね。愚直にジェストとか、テスト、ほとんどのテストツールそうだと思うんですけど、before は all とか、before は each とかで、テストの事前準備を定義できると思うんですけれども、そこでテストデータを実際に作っちゃってますね。僕はあんまりフェイク、いわゆるローカルスタックとかは使わずにもう実際にデプロイした環境で E2 テストとかやっちゃうんですけど、もう実際の環境にテストデータ流し込んで、もちろん既存のデータとバッティングしないようにっていうのはちょっと気をつけてなんですけれど、はい。流し込んで、もうそのデータに対して実際に API 叩いて、ゲットできるかとか、クリエイトできるかとかのテストはやりますね。そうですね。テストの前後処理で結構しっかりテストデータの作成とクリアをちゃんとやればいけるって感じですね。そうですね。あえて言うことがあるとすれば、結構そのクラットの API ってよく作ると思うんですけれど、Get の API をテストするときに、クリエイトの API を使わないっていうのは気をつけてますね。それぞれ独立してテストできるようにするっていうのはやってます。直接だから、あれですね、DynamoDB の SDK を呼んで、プットアイテムでアイテムを作ってから、Get API を呼ぶみたいなことをやってます。なるほど。はい。ちょっと回答になってるか微妙ですけれど、はい。そんな感じです。なるほど。
なんかそういうのも確かに事前にテストコード内でデータの前後処理みたいなのやるともあるかなとも思うんですが、シナリオテストみたいな形で、はい put 読んで、うんうんうん。 get 読んでみたいなのもなんかあるのかなって聞いててそうですね。そういうのも全然やる価値はあるかなと思います。そうですね。回答になっていることを期待して、これはじゃあはい完了にします。はい。ちょっとどんどんいきましょう。フェイクの DynamoDB テーブルの定義はどう管理していますか？実際にテーブルは CDK で、これ加藤さんどうですか？今の和田さんの回答と結構繋がってくると思うんですけど、私は普通にテスト用のコードの中で、なんですね、before all みたいなところで、もうフェイクに対してテーブル作っちゃって、データ投入してってのを、普通にその開発してる言語で書いちゃってます。で、そうですね。そういうふうにいちいちそのテーブルとか作ってデータ投入してる関係で、本来テストってパラレルで動くようにした方がいいとは思うんですけど、フェイクを触るような部分はパラレルでは動かなくなっちゃうけど、割り切ってそこは。これ多ちなみに分もうちょっと頑張ってテストごとに個別のテーブル生成とかすれば、パラレルでやることもできなくはないとは思います。なんか、もしかしたら意図としては、そのテーブル定義みたいなのをテストコード側で管理してるのか、CDK の内部のコードをうまくパースして、テストコードでなんか使うみたいなことを想定してるのかなって若干思ってます。そういう意味で言うと、個別管理してます。実際になんか CDK のコード側で管理するみたいなことってできたりしそうですか？例えば、AWS が出している NoSQL ワークベンチっていう、DynamoDB の定義とかを GUI で作って JSON に吐き出せるのがあるんで、あれで定義作って JSON に吐き出して、で、テスト側でも CDK 側でも読み込むみたいなライブラリを作れば、できるとは思います。ただ、結構 GSI 周りとかって、クラウドフォーメーションのその辛いところで一度に2つ変更できないとかがあったりするので、多分きつくなると思ってます。スクリプトで自動でやるみたいなのは。確かに。なんか JSON で管理しだすと CDK の旨味とかがなくなってしまう気もしますね。と、多分その今言った複数デプロイ。そうですね。はい。結局、みたいなことになる。なりそうですね。あんまそういうことを考えたくないから、僕はフェイクとかはあんまり使わないところは正直ありますね。なるほど。はい。回答ありがとうございます。はい。これなんか僕がちょっと話広げちゃってる感あるんで、もうあんまり広げないでいきたいと思います。次ですね。CI/CD はどのテスト種類を実施されてますでしょうか？これ、佐藤さんどうですか？自分の CI/CD はもうユニットテストだけやっていて、インテグレーションテストも組んでるときは入れてたりします。で、E2 に関してはもう手動とかでやってました。非同期実行のせいでどうしてもなんか安定しないとこがあったり、ネットワークの原因とかもあるみたいなんですけど、そういうのがどうしてもあるんで、ちょっと E2、自動のに乗っけて本当にうまくいくのかっていうのがちょっと怪しくて、あんまりやってなかったですね。なるほど。なんかその具体的にどういう処理ですか？その非同期だからうまくいかないことがあるって。いや、単純に API ゲットで叩いてラムダ実行して、DynamoDB からデータ取ってくるとかのやつなんですけど、なんかうまくいかない時があって。なるほど。なんか3回チャレンジとかは特に入れてないですか？そうですね。やってなかったですね。その時は1回チャレンジして失敗したらエラーみたいな。まあそれは確かにね。そうですね。なんか E2 が結構その何回までチャレンジできるようにするとかは結構便利ですね。はい。その観点はありますね。はい。どうでもいい話なんですけど、うちのネットが昔弱くて、で、E2 が見たこともないエラーで失敗するみたいなのがかなりあって。なるほど。SDK で書き込みに行くのが失敗するみたいな。なるほど。Y1 で書こうとするけど、それで失敗してて、なんかよくわからないな。まあでも考えようによっては、IoT の世界って潤沢なネットワーク帯域があるっていうふうに限らない場合もあるんで、そういうケースでのテストができるっていう考え方もまあできますよね。お客様にもそういうことは言われたんですけど、でも、まあそもそもテストできねえからどうしようかなみたいな。すいません。そうですね。開発っていうする観点においては、すごくやりにくいと思います。はい。すいません。すごい回線重要かもなっていう、どうでもいい話でした。すいません。はい、ありがとうございます。一旦これは完了にして、E2 テスト実施時には、また知らないのが出てきたんだけど。また知らないの。これ、和田さん。知ってる方いますかね？知らないな。すいません。皆さんよく知ってますね。これ多分フロントから全部できるやつなのかな。そういうことか。だから私たち多分、バックエンドエンジニアなので、割となんかその API のテストに結構閉じてることが多くて、フロントからやるテストすることもなくはないけど、さっき和田さんが言ったように、スプレッドシートで管理、そんな普段頻繁にないから、スプレッドシートに書いて手でチェックしてるっていうのが多いかなって思います。だから、セレニウムとかそういう文脈ですか？このそうですね。
ああ、なるほど。あ多分、Chrome 拡張機能を使ったキャプチャーリプレイ系のテストの自動化サービスって書いてるんで、なるほどね。我々はあまり使わないって感じですかね。うん。ちょっと手軽に試せるなってね、加藤亮さんがちょっと試していただいたことがあったと思うんですけど、なんかやっぱこう、オースゼロの認証周りとかで結構苦労してましたよね。ドメイン切り替わったりすると結構大変だったりとかありましたね。そうですよね。うん。はい。じゃあ次行きましょう。テストでローカルスタックプロを活用されてたりしますでしょうか？コグニト API ゲートウェイの V2 が使えると聞いて、これは使ってる方いますか？ローカルスタックプロ。 No。の、やってないです。これはおいくらなんでしょ月20ドルぐらいでしたっけ？なんか、一回見たんですけど。なんか自分もなんかフェイクに対して昔、結構懐疑的だったんで、あんまり最近やっと触り始めたみたいな感じなんで、なんかフェイクが事故るみたいなの結構前、初めて触った時のう頃、ん2年前ぐらいですかね、は結構あったんで。う？ありますね。はい。じゃあちょっと回答としては、我々の方ではプロ使ってないですが、気になります。気にはなります。同じく。じゃあ次行きましょう。これもう QA やってたら終わるんじゃないかなってぐらいのあれなんですが、ラムダのユニットテストなんですが、VS コードでエクリプス上テストを行ったりしてますでしょうか？はい、これと、じゃあ加藤さん。私はプルリク上げる前に手元でテストしてますね。うんただなんかあんま別に強制はしなくていいんじゃないかなと思ってて、プルリクマージされる前に教場で治療になってれば、それでいいんじゃないかなと思います。ローカルで動かすの嫌だって人もいるなと思ってるんで。はい。なるほど。みんなは CI とかでやってますか？あ、そうですね。CI/CD 上では絶対強制的にテストさせる。普通手元で回せるようにも書いてるんで、私は手元で回します、一応。自分もなんか手元で一応動かせるようにしておいて、CI/CD に組んでおいて、プルリク作ったら実行されて、エラーだったら落とすみたいな感じですかね。同じですね。なるほど。はい。はい。じゃあ手元で実行してますってことで、完了で。はい、次行きましょう。DynamoDB や S3 のように可用性の高いサービスを使うとき、そのサービスが落ちたときを想定したテストはやっぱり書きますか？これは順番的には佐藤さんですが、これいかがでしょいや、そこまで正直意識できてるかっていうと微妙ですね。これ、まあ確かにあると思うんですけど、もうこれ起きたっていうことは多分アプリケーションコードでどうにかできる世界じゃないと思うんですよね。多分いろんなステークホルダー巻き込んで立ち向かわなければならない話になってきそうなので、まあ、果たして想定するかどうかっていうところは確かにありますよね。ここに想定して書いたテストコードに対するメリットみたいなところやっぱ考えてしまいますね。そうですね。そういう意味で言うと多分みんな SDK とか周りされた時にそのエラーハンドリングは少なくとも書いてて、そうですね、そうですね。書いてて、その想定できるエラープラスアンノンエラー落ちた場合の一応拾えるハンドリングまでは書いてて、でそこでもただアンノンエラーに、その予定してないエラーに対するそこを通るテストまで私は書いてないなって感じですね。そうなんですよね。それをかけるってことはもう、なんかなんかそこ書いても正直あんまりなみたいな。結局、エラーを拾ってログには残るようにしてて、適時改善していけばいいんじゃないかなぐらいに捉えて。そうですね。だから、500が返ってきたときは、まあ、多分それは問題だと。なんか想定できてない事態が発生したっていう話だと思うんで。まあ、ログを出して500で返すっていう風にしておけば、まあ、あとは追調査するっていうので、いいのかなっていう気はしますね。確かにその通りですね。なんかユニットテストでは僕は書いてましたね。ここら辺。よくわからない系エラーはもう全部キャッチして、はい。そうですね。ログに出して、もうクライアントには500系で返すみたいな。じゃあこれも完了ですね。ユニットテストでは AWS SDK の API のテストを行わないという理解で合ってますでしょうか？はい。これはどうでしょう？考えではっていう、ちょっとマクロ言葉がついちゃうんですけど、ユニットテストでは基本的には通信は行わない方針ですね。まあ多分 Google のガイドラインとかでも、ネットワーク使うか使わないかっていうところのガイドがあったと思うんですけど、ユニットテストは基本的には外部と通信しないっていう、まあその代わり手元とかで実行しやすくするっていうのを方針としているはずなんで、まあそれに則っった形で、SDK で通信したりは、ユニットテストでは今はしない。お二人も同じですか？同じですね。今、ついにチャットに多分和田さんが言った Google のテストの指標のやつ貼っておきました。それです。それの、これのユニットテストはこれのスモールだからって話ですよね。あ、そう、スモールだからって話ですね。私も完全通りですね。言葉足らずでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあそんな感じでこれはライブで書いて OK。で、ミニオですね、さっきのサービス。ごめんなさい。はい、言い間違えちゃった。はい。じゃあ最後、フェイクのテストやった後に、実際の本番サービスを使ってもテスト。これは加藤さんどうですか？はい。フェイクテストはあくまでインテグレーションテスト。さっきのやつで言うとミディアムで捉えてて、E2E は、はい、別途やります。例えば、ローカル DB テストとクラウドのダイナモ DB を使った同じテスト。ですね、同じテストではないです。あくまでフェイクはインテグレーションテストで、その実際のダイナモ DB を使うのは E2
捉えています。で、テストコードの内容も違って、なんていうのかな。インテグレーションテストをやるときは、なんか単純に一つの API を通すみたいな感じのテストしか書かないことが私は多くて、対して E2E は割とシナリオを作って、ユーザーがこうログインしてきて、こういうソースの一通りするよねみたいなシナリオの中で、まあ、DynamoDB までアクセスすることが、DynamoDB、シナリオの中で DynamoDB を当然触るよねっていうふうに包括して書くって書き方をしています。はい、ありがとうございます。これはライブで回答。はい、全部消化できました。じゃあ早速、本日の第1回目のトピックですね。実はですね、僕、ちょっと投票を用意してて、せっかくなので、あと20分ぐらい、ちょっとぜひやりたいんですが、皆さん回答していただければなと思います。普段やってるラムダのテスト領域は、はい。上からユニットテスト、まあ、モックとかスパイ使ったやつ、ユニットテスト、まあ、フェイク、ローカルスタックとか使ったやつですね。あと、まあ、インテグレーションテスト。なんかそのラムダの中でも、まあ、いくつか、なんかレイヤーを分けているなら、これを全部通した形のテストをやっているかっていうところ。で、インテグレーションテスト、なんか AWS フェイクって書いてあるんですけど、実際にの AWS 環境につなぎに行ったテスト。ローカルスタックの DynamoDB じゃなくて、もう、なんかクレデンシャルとかを渡しちゃって、開発環境上の DynamoDB そのまま使っちゃうみたいなやつですね。これちょっと特殊だと思います。で、E2 テストはさっき話に上がってたやつです。ごめんなさい。E2 テストとインテグレーションテストの AWS フェイクの違いがちょっとごめんなさい。わかんなかったです。E2 テストは、例えばなんか API ゲートへラムダダイナの BB みたいなのを想定しますと。はい。ローカルから実行して、なんか API リクエスト投げて、戻りが正しいか。インテグレーションテスト AWS フェイクっていうのは、ローカルでラムダを起動します。で、接続しに行く先がローカルスタックの DynamoDB じゃなくて、AWS 上の DynamoDB につなぎに行く。ああ、なるほど。ネットワーク含め、はい。なるほど。わかりました。ローカルに完結しないネットワーク含めたです、はい。ありがとうございます。これもあるのかなと思ってて。はい。ごめんなさい。投票、じゃあそろそろ終了します。はい。これまだみんな結果見えてないんですよね。まだ見えてないです。まだ出てないです。驚きの結果を。はい。こんな感じです。これ、僕のあれと完全に一致しますわ。そうです。僕の傾向と。こんな結果になりましたが、これ見て、皆さん、どうですか、和田さんとか。僕が回答したんかっていうぐらい同じ結果ですね。和田さんは普段どこ書いてるんですか？もうこのバーと全く一緒なんですけど、ユニットテストプラス実際の環境のもう API 叩いて確認するテストですね。っていうのはやっぱこう AWS の特にサーバーレスにおいては、やっぱ実際の環境でテストして得られる結果っていうのがあまりにもやっぱでかくて、IAM しかり、そうですね。さっきの、SQS のダウンストリームとかも含めて、いろんなコンポーネントが繋がってる状況だと思うんですけど、やっぱそこに対してテストするっていうところが、結果として得られる効果としては一番でかいなっていうのを感じているので、今この2つっていう感じでやってますね。他の2人、じゃあ加藤さんどうですかね？はい。私も和田さんの感じと基本同じだけど、若干その DynamoDB 周りでフェイクを使ったテストを厚くしたがるタイプですね。で、ただインテグやるときは、めんどくさい部分のテストはやらないって割り切ってて、その一番外側の認知症の部分とかはやらないで、その内側から、例えばこの API ゲートでラムダで言うと、ラムダの部分、ハンドラー部分から、インテグを走らすみたいな風に書いたりします。もうなんか HTTP リクエストを送ってみたいな感じではないって感じですかね。それをローカルでやろうとするとめちゃくちゃめんどくさいので、だし、それをやろうとすると、要は認証のトークンを取りに行かなきゃいけなくなるし、API ゲートウェイだとしたら、その API ゲートウェイをローカルでモックすることは不可能に近いと思ってて、だし、そこの認証トークン取れないじゃんってなっちゃうので、取れないじゃんっていうのは、認証系を外部のオースレルとか使ってることが多くて、その時にそこに通知を投げてしまうと、私はそれはさっきの定義で言うとインテグテストの範囲を外れちゃうんで、やらないって感じです。外部、インターネット使ってアクセスしに行くっていうところが。はしないで。ってことですね。了解です。佐藤さん、どうですかね？そうですね。自分もこのバーのところは結構基本的に強くやるっていうのを、和田さんが発表されてたのを見て、そこを強くやろうみたいな意識がやっぱりあって、そこをやってたりしますね。ただちょっと E2E がだんだん多くなってくると、手動でやっていう前提ではあるんですけど、時間かかってきちゃうんで、インテグレーションテストのフェイクとかをちょっと試してみようかなと思って、少しずつ取り入れてるっていうところですね、自分は。めちゃくちゃいいと思いますよ、その考え方は。E2 テストって得られるものも大きいんですけど、さっき話した通り、いろんなコンポーネントが連なってるんで、エラーにテスト NG でしたってなった時に、これどこがダメだったんだろうわかんないですよね。結構時間がかかるんですよ。だから、ちょっとその範囲を狭めるっていう意味でも、そのインテグレーションテストやるっていうのは全然僕はありだと思ってます。
ちょっと DB 周りで失敗してるみたいなのが何度もちょっと言っちゃってます。多くて、そこら辺だけはもうローカルでどういうのをパラメータとして入れたらいいかぐらい確認できた方が後で楽だな、それはまあそうですね。そうですね。いやでも結構フェイクはでも私厳選するようにしてます。何でもかんでも、いや他のマイクロサービスとか S3 ダイナモデルみたいなのを全部フェイクするっていうのはむしろ良くないと思ってて、はいはい。本当にやりたいとこだけど、ダイナモ DB はやらなきゃいけないからやるとかやるけど、結局何でもかんでもやっていくと、例えばマイクロサービスで開発してるとか、他のマイクロサービスもじゃあ全部フェイク作るのかとか行き着いちゃって、根元の Docker ファイルがえげつないことになっちゃうんで、本当にやりたいとこって絞ってやるのがいいかなと個人的には思って。いや、すごいわかります。自分もなんか SSM からクレデンシャル持ってきて DB 接続みたいな感じをRDS でやってるんですけど、SSM は別に、E2 でわかるからそんなにいいかなと思っても、DB のとこだけフェイクをローカルで立ててちょっと試すみたいにやったりしてますね。やっぱここら辺バランス大事ですよね。どれだけかけたコストに対してメリットあるかっていうところですもんね。そうですね。ちょっとテストの趣旨からは外れちゃうんですけど、さっき話したDynamoDB の部分の確認って、確かに、やりにくいところあったりすると思うんですけど、割とあれなんですよね。DynamoDB と S3 に対して指定するパラメータって結構パターン化してきません？クラット処理とかで、クリエイトするときとかはプットアイテムとかアップデートアイテム使うし、取ってくるときは、DynamoDB からデータを取ってきて、デシリアライズ、オブジェクトに変換するみたいなことをやると思うんですけど、その辺がいろいろパターン化できると、割とテストで確認しなきゃなっていうことも、ちょっとずつ減っていけるのかもしれないっていうのが、僕の中にはあって、ちょっとテストの趣旨から外れるんですけれど、はい。うまくパターンにはめて、これは動いた実績があるから、すっ飛ばして E2 テストでええかっていうのも、ちょっと一つ考え方としてはありかもしれないと思います。いや、でも、わかります。マルチテーブル戦略でやってるんだったら割と全然それでいけると思ってて、私が割とシングルテーブル戦略中なんで、そうですね。はい。ただ書き込むときに、割とダイナモ DB トランザクションバリカリ使ったり、直接追加込みとかしすぎちゃうと、フェイクがないと辛いなって。いや、それはその通りですね。クラッドだと書けますね。おっしゃる通りだと思います。でも、DynamoDB のもうメッセージとして、ユースケース、現実世界のユースケースと密結合の設計にしろっていう、明確なメッセージがあるんで、フェイクを使ってテストするっていうのは、全然、マジでやった方がいいと思います。今のは、僕が今話したのはあくまでパターンができるときには、すっ飛ばせるっていう選択肢もあるよ。そうですね。加藤さんのおっしゃる通りです。皆さん気づいたらあと8分ぐらいなんですが、ごめんなさい。せっかくなんでアンケートだけ取りたいなと思ってて、ちょっといろいろ用意してきたんですが、先に投票してください。これかなり偏った選択肢なんですが。でもこれ、ユニットテストとパイテストどっち使ってんのかめっちゃ気になりますね。社内でも結構割れるんですよね、この辺。パイテストが多い気はするんですけれど。そう。あとはその他どれぐらいあるのかっていうのは若干気になりますね。いや、さっき紹介してくださったやつがもうあんまり知らなかったですしね。外部の発表とか聞いてると、サーバーレスフレームワークでいろいろ出てるっぽいけど、あんまりキャッチアップできてなくて。ぜひよかったら書いてもらえると。そうです。コメントで書いてもらって、本当助かります。今日できればそのテストとデバッグの話とかしたかったけど、なかなか時間が足りなかったです。序盤で半分ぐらい使いましたからね。もうラッシュ。はい、じゃあ一旦投票終了します。結果の共有、ドドン。パイテスト。パイテストか、やっぱり。Python がもともと多いですもんね。時点でジェストって感じですね。ローカルスタックも元も使ってるって感じか。一旦結果の共有を停止して、もう一個だけちょっとアンケート取らせてください。ソフトウェア設計の話も今日できればしたかったんですけど、あまりできてない。結構ここにいるメンバーはクリーンアーキテクチャに派というか、クリーンアーキテクチャ結構推してる派なのかなと思ってて、はい、そういう話もできたらよかったなと思って、皆さん、どれぐらい意識してソフトウェア設計してたりするのかなっていうのがちょっと気になったので。いろいろ言ってきながら、あんまりコテコテにクリーンアーキテクチャに完全に準拠してるっていうよりかは、佐藤さんが話してましたけど、ざっくりレイヤーを分けるぐらいな感じですね、今のところは。クリーンアーキテクチャに寄せつと、コントローラーがハンドラーに当たるのかなと思って、ってなると、ハンドラーからユースケースと程度微妙かな。厳密には変ですね。そうそうそう。ちょっと変えたりっていうのをします。そこら辺の話したかったですね。今これアンケート取った最中に質問一つ答えちゃいますか？来てるやつ。どうぞお願いしていいですか？了解です。API リクエストのボディのバリデーションテストするとき実行が早い単体テストでテストいっぱい書いてるんですが、
デプロイされて E2E では少ないパターンでやってます。で、皆さんどうしてますかって話なんですけど、うん私はその API ゲートでラムダ使うときにプロキシ統合を使うことが多いんで、その場合で話をすると、バリデーションは私も、はい、ユニットテストの方でいっぱい書いちゃいます。で、E2E の方で質問された方は同じなんですけど、なんかそんなにがっつりバリデーションを書いたりはしないですね。バリデーションテストのリクエストを投げたりはしないです。これ、和田さん、佐藤さん、お二人の方でなんかその、プロキシ統合やる派の人がいたら、その場合の回答も聞いてみたいです。プロ棋士統合ではないんですけど、ごめんなさい。その E2 テストのパターンっていう意味だと、基本的には同じで、あとやっぱこう API になると、レスポンスステータスですよね。結構その辺は確認した方がいいかなっていうのがあるんで、E2 テストの場合も、400になることとか、404になることとかはテストするよう、E2 テストの中に含めるようにはしてます。ただ、その中のバリデーションをいっぱいやるとかじゃなくて、そこの部分はユニットテストに任せるっていうのは同じですね。佐藤さんはどうですか？自分も同じような感じですかね。あえていうのはなんか、E2E 増えすぎると、なんですかね、テストパターンなんかアイスクリームの図が出てきて E2E が多くなるとあまり、よろしくないですよねっていう、結構見ると思うんですけど、あれと同じでやっぱ E2E でバリデーションあんまりやりまくるっていうよりは、この方が書かれているような、ユニットテストをできるだけ厚くして、E2E はできるだけ少なめに、効果的に使えればいいのかなって思ってやってたりします。はい、ありがとうございます。ごめんなさい、残り3分なので、そろそろ締めに走らせていただきます。1件だけ聞くことあります。本日の資料や録画ありますでしょうか？はい、後日ちょっとなんかお伝えします。どういうふうに配布するか、ちょっとまだ決まってないです。ごめんなさい。さっきの投票の結果、一応共有してます。そしてさっき意識してるかって話なんですが、あまり意識してないが、一番多かったかなと思います。すごい中途半端なんですが、指名に入らせてもらいます。はい。で、今回の話なんですが、ここにいる佐藤智樹さんが書いてくれたブログがあるんですけど、ここに結構まとまってたりするので、興味ある方は見ていただければと思ってます。はい。で、最後の投票です。で、次回のテーマですね、ちょっと聞きたいなと思ってて、どういうことを話してほしいかみたいなのを聞きたいです。なんか今回の続きみたいなのも、もしかしたらあったらいいのかもしれないですね。話すことあるかなってちょっと思ってたんですが、でも全然足りないですね。そうです。意外とって面白いです。CDK の光と闇。あと、このウェビナー終わった後にアンケートがあるので、なんかアンケートの方にコメント、もしこのラムダのテスト戦略の回の第2回目みたいなのを希望される方がいたら、書いてもらえると検討しようかなと思ってます。定期開催、毎月やろうかなと思ってるので、また来月あたりにこの回を開こうと思ってます。はい、そろそろ終わりにしたいと思いますが、はい、じゃあ投票締め切ります。はい、結果の共有、コンテナサーバーレス系ですね、が多いのかなと思います。なるほど。ああ、そうなんだ。はい。で、すごい最後駆け足になってしまいましたが、本日はウェビナー参加ありがとうございました。以上もって終わりさせていただきたいと思います。新井さん、司会お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さん、アンケートたくさんありがとうございます。すごく、はい僕たちも面白かったです。